こんにちは。ココイストテクニカルアドバイザー JNA 常任本部認定講師の須田舞子です。本日はもち汁を使ったジェリップの漬け方をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではまずプレパレーションを行っていきます。まずメタルプッシャーでキューティクルを押し上げていきます。はい、ではジェリップはエクステンションになりますので、必ずサンディングを行ってください。スポンジであればこちらの100グリッドのこちらですね、100グリッドのスポンジバッファーでサンディングを行います。マシンであればこちらサンディングバンドのミディアムでサンディングを行っていきます。サンディングバンドの回転数は 5000rpm でサンディングを行ってください。表面に傷がついてマットになればそこで大丈夫です。薄くしすぎないように気をつけてください。ダストをオフして、はい、それでは本日キューティクルのケアに使用するのはエリカズ ATA プレパレーションビットのスクライバービットになります。こちらを使用してキューティクルをケアしていきます。回転数は1万 rpm ぐらいで、まずですね、右側から左に向かって整えていきます。回転方向をリバースにして今度は左から右に整えていきます。はい、それでは先端の形を整えていきます。ジェリップはフリーエッジが少し長くてもつけることはできるんですが、フリーエッジ部分が歪んでいる場合は短く整えていきます。あまり短くしすぎてしまうと裏漏れとかの原因になってしまいますので、少し長めにしていただいてつけていただいても全然大丈夫です。今日はちょっと短めなのでこのままつけていきますが、実際はですね、今よりも形がラウンド寄りでも大丈夫です。あまり細くしすぎてしまうとちょっと横から早く漏れてしまうので、もう少しフラットな方がつけやすいかと思います。はい、それではですね、この段階でサイズを測っていきます。ジェリップは裏がサンディング加工されています。透明の部分が強度を持たせるために少し硬くなっています。こちらフリーエッジの部分です。根元に来る部分はちょっとマットになっておりまして、少し柔らかくなっているので、このように横をちょっと横から力を入れていただくとカーブをつけることができますので、カーブの強いお爪の場合はあらかじめこのようにカーブをつけておいてください。そして、爪に合わせる際と乗せる際はですね、このサンディング部分が爪にかぶるような位置で、調整してください。もし、爪が大きい爪の縦長のお爪の方につけたい場合は、透明部分のところを自分で、マシンなどを使ってサンディングをしてからつけるようにしてください。もしこのように爪の大きい方でもちょっと先端の方にずらしてつけていただければサンディングしなくても大丈夫ですので、先端の部分につけるのか根元からつけて先端部分をサンディングしたいのかっていうのはご自身のつける、位置でですね確認していただければと思います。今日はアーモンドミディアム、アーモンドという形のミディアムの長さのチップをつけていきます。サイドからサイドまでしっかりかぶっているチップを選んでください。もし横が大きい場合は通常のチップオーバーレイのように横を削っていただいても大丈夫です。あとは先ほどカーブをつけることができると、言ったんですけれども、このようにカーブをつけてサイドの幅を調整することも可能です。
はい、では今日はこの大きさでつけていきたいと思います。湿布のサイズが決まりましたら、エタノールを使って爪表面の油分を取っていきます。裏面もしっかりとダストを取ってください。ついでにですね、チップの裏面も綿棒でもいいですし、ワイプを使って裏の油分も取っていきます。まず最初にベースジェルを塗っていきます。ココイストのベースジェルはこちらのメガスティックベースソフトジェルとプラチナフィラーベースと2種類あります。フィルインをする際はこちらのプラチナフィラーベース、ソークオフの場合はメガスティックベースソフトジェルを使ってください。これからジェリップをつけていくジェリップボンドもちジェルはベースジェルではないので、必ず一番最初に爪の上にはベースジェルを塗布するようにしてください。ココイストのベースジェルはボトルタイプとコンテナタイプがありますが、どちらを使用していただいても大丈夫です。この時の塗り方なんですけれども、全体に均等に塗っていただくだけで大丈夫です。厚みをつけてしまうとチップのサイズが合わなくなってしまいますのでご注意ください。はい、それでは硬化を行います。ベースの硬化が終わりました。それではこの後にこちらのジェリップボンドもちジェルを使ってジェリップをつけていきます。このようにかなり粘度が高いジェルになっておりますので、ちょっと扱う時に筆だと取りにくいと思いますので、スパチュラだったりとか爪楊枝などちょっと固めのものを使用していただくと取りやすいかなと思いますので、そちらを使用していただければと思います。はい、それではまず爪の方にもちジェルをつけていきます。今ちょっと地爪が大きめなのでこれぐらい、これはちょっと量が多めです。のせていきます。まず先端にジェルをのせて、細いスパチュラや楊枝などでサイドにジェルを移動させます。スマイルラインを作るような感じですね。で移動させてください。ただサイドもあまり薄すぎないようにある程度の量を持っていってください。このような感じですね。でポイントですけれども、横から見た時にギリギリのところにジェルを置くのではなく、少し開けてからもちジェルをのせるようにしてください。粘度が高いので先端につけてしまった場合、少し向こうに移動すると向こうに移動してくれるので、触ると移動してくれます。先端ギリギリにつけてしまうと、この後潰しながらですね、かなり力を入れて密着させながら湿布をつけていくので、ジェルが先端の方に移動してきます。この時に先端のギリギリにジェルがあると、もち汁が流れてしまいますので、先端の方に流れてしまいますので、少し爪を開けてからキューティクル寄りの方にですね、ジェルをのせるようにしてください。はい、では今度はチップの方にジェルをのせていきます。こちらもですね、今日のモデルさんは縦長なので少し多めにジェルをのせていきます。はい、チップにジェルをのせましたら、また細いスパチュラや楊枝などでサイドにジェルを移動させてください。この時にすごくきれいにのせなくても、潰してしまうので、多少ちょっとこう粘度が高いので少しこう角とかが出ていても、しっかりこの後に馴染みますので、あまり気にせずに、サイドまで持っていっていただければと思います。はい、ではつけていきます。もうちょい前かな。はい、立ててください。まず立てます。横から見た時に結構このように立てていただいて大丈夫です。
で、通常ですね、1、2ミリ開けたところからつけていくんですけれども、今日はですね、お爪がちょっと大きめなので、少し開けてつけたいと思います。根元ギリギリに1、2ミリ開けていただいてもいいんですけども、ギリギリだと段差を削ることができないので、奥すぎても1、2ミリ開けてつけるようにしてください。それではつけていきたいと思います。このまま立てたところからぐっと押し付けるように先端に押さえていきます。はい。バブルがなくなりましたら、このままですね、手を離して効果を行っていきます。はい。効果が終わりました。クレンザーを使って根元の未硬化ジェルを拭いていきます。はい。それでは横から見ると少しですね、チップと地爪のところに段差がありますので、こちらを、マシンを使って、段差を取っていきます。こちらのビットはエリカズ ATA の、ビッグフレームというビットになります。ビッグフレームよりも少し粗めですが、エリカズ ATA の、T-REX やジェル X でも、段差を取ることができます。はい、では、段差を取っていきます。もち汁は少し柔らかめになりますので、もち汁ではなくチップの厚いところを、厚みがあるところを削っていくような感じで段差を取っていきます。段差を取るときはこのように少し先端が細くなっているビットの方が安全に際のところとかを削ることができると思うので、ちょっとマシーンが皮膚に当たるのが心配という方は、こういったビッグフレームのような先端が細くなっているビットを使った方が使いやすいかなと思います。では段差を削りました。この後はサンディングバンドでもいいですし、スポンジバッファーでもどちらでもいいです。こちらでチップの表面のツヤを消していきます。はい。そしてですね、サイドの部分のちょっと厚みが気になる場合は、ボードファイルを使ってサイドの、形を整えていっても大丈夫です。ここちょっと膨らんでいると後からジェルのせた時に膨らんで見えてしまうので、少しシャープな形にしておいた方が綺麗につくかと思います。ダストを取ってまた表面の油分をワイプで取っていきます。このような状態です。はい。そうしましたら、この上にですね、ベースジェルを塗っていきます。ベースジェルは一番最初に塗ったベースジェルと同じもので大丈夫です。こちらで全体にジェルを塗っていきます。短いショートの爪であれば1層普通に塗っていただくだけで大丈夫ですけれども、ロングの場合やちょっと凹凸ができた場合は少しですね、凹凸があるところにジェルを足していただくと強度も出ますし、形もきれいに整うかと思います。はい、ではライトに入れます。はい、こちらが、ベースジェルを上から塗布した状態になります。それではカラーとトップを塗って仕上げていきます。それではカラーとトップを塗って硬化させた状態になります。最後にチップの裏にトップジェルを
塗っておくことで持ち汁に汚れや、色素などが付着するのを防いでくれるので、裏面にトップジェルを塗ってきてください。でこのまま硬化します。はい、それではトップジェルを裏も塗った状態になります。はい、で最後はですね、削りで仕上げていきます。先端を削ることによって先端からのリフトを防ぐことができますので、先端はしっかりと削っておいてください。それでは完成しました。最後までご覧いただきありがとうございました。いいねボタンとココイストチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストテクニカルアドバイザー JNA 常任本部認定講師の須田舞子でした。